はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。前の動画では多人数で遊べるコープ協力マルチプレイが楽しい高評価な作品をピックアップしましたが、今回は2人または2人専用協力プレイで遊べる高評価な作品をピックアップしました。普段会社で人付き合いに気を使っているのでゲームぐらい一人でやらせてほしい。けどたまには気心知れた友達や彼氏彼女奥さん旦那さんと2人で楽しく遊びたいというわがままな方も多いのではないでしょうか。完全に私のことですけども、そこで今回は2人プレイで遊べる作品をピックアップしました。私自身は1人で遊ぶことがほとんどですが、普段ゲームをしない奥さんと一緒に遊べるゲームを探していたこともあるので、参考にしていただければ幸いです。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっております。カジュアルに遊べるものからハードなものまでバランスよくピックアップできたと思います。参考プレイ時間は How Long to Beat というサイトのメインストーリークリア時間を参考にしています。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにアンラベル2。2018年6月9日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。2330件中 84% の方が高評価。価格は2000円。参考プレイ時間は5時間です。2人で協力してユニークな視点で世界を冒険するアクションパズルゲーム。ヤーニーと呼ばれる毛糸のキャラクターを操作してステージ内の謎やギミックを解きながらクリアを目指していきます。赤色のヤーニーと青色のヤーニーはお互いに毛糸で繋がっているところがポイント。ロープ代わりにして高いところに登ったり、振り子の原理を利用したりと協力重視のアクションが満載です。ゲーム中にセリフはないものの美しい自然の風景と音楽に癒され、カジュアルで優しい雰囲気の作品なのでカップルや家族におすすめです。アンラベル2は非常に好評な日本語対応の作品です。39 Days to Mars。2018年4月26日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。164件中 87% の方が高評価。価格は1520円。参考プレイ時間は2時間です。手書き風のデザインがユニークな本作は、宇宙探検家アルバートとバクスターが謎の宇宙生物を捕獲するため、宇宙船を操り火星を目指す物語です。ユーモアたっぷりなストーリー演出で進行する本作は、2人協力プレイを前提としたパズルアドベンチャーとなっており、トラブルだらけの宇宙船で独創的な協力プレイが最大限に楽しめるようにデザインされています。絶望的な状況に関わらず、のんびり紅茶を楽しめるシュールなキャラクターが活躍するパズルアドベンチャー。39 Days to Mars は非常に好評な日本語対応の作品です。Journey to the Savage Planet。2021年1月29日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3510件中 88% の方が高評価。価格は3090円。参考プレイ時間は7時間です。一人称視点の惑星探索アドベンチャー。星間探査会社キンドレッドエアロスペースの新米社員として惑星内の探索や動植物の分類を行い、この場所が人間の居住に適しているのかを探索調査するといった内容です。未知の惑星には無害な生物もいれば敵意を向ける凶暴なクリーチャーも生息しています。独特な世界で様々なクリーチャーと戦いながら知恵を駆使して行く手を阻むギミックを解いたり、入手した素材で新たな装備を製作強化して道を切り開いたりと、アドベンチャーゲームとしての面白さも十分に味わうことができます。ブラック企業の社員となって未知の惑星の謎に挑むアドベンチャー。Journey to the Savage Planet は非常に好評な日本語対応の作品です。チックタック2人のための物語。2019年3月7日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。6570件中 88% の方が高評価。価格は620円。参考プレイ時間は3時間です。2人で協力して不思議な時計仕掛けの世界から脱出を目指すアドベンチャー。
物語は時計職人のアマリー・ラブンから2人の元に小包が届くところから始まります。小包の中には懐中時計と失踪事件について書かれた記事の切れ端が入っており、突如2人は時計仕掛けの奇妙な世界に閉じ込められてしまうといった物語です。それぞれに微妙に異なる世界のヒントや情報を共有しながら、時計にまつわる物語に隠された秘密と脱出の手がかりを見つけ出していきます。別々の画面でのプレイになるので、言葉で情報を正しく伝えていくことが重要で、2人で協力し合って謎が解けた時の感動は格別です。チックタック2人のための物語は非常に好評な日本語対応の作品です。We Are Here Forever 2022年5月10日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3740件中 89% の方が高評価。価格は1840円です。2人協力型のパズルアドベンチャー。人気コープパズル脱出アドベンチャー We Are Here シリーズの最新作。2人のプレイヤーは南極探検家となって、呪われた謎の城キャッスルロックを舞台に様々な謎や困難を乗り越えていくといった作品です。本作の特徴は別々の場所を探索していくことになる2人のプレイヤーがトランシーバーを使ってお互いの情報の共有と分析を行いパズルを解いていくことです。お互いに画面は見えず言葉だけでヒントを共有しなければならないため、伝える側の正確な情報伝達能力と受け取る側の正確な情報理解力が双方に求められるといったユニークな作品です。We Are Here Forever は非常に好評な日本語対応の作品です。オペレーション単語2021年6月1日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3740件中 89% の方が高評価。価格は2180円。参考プレイ時間は4時間です。2人コープ専用のスパイゲーム。キャッチフレーズは世界は一人じゃ救えない。プレイヤーは1人がエージェントのエンジェル、1人がハッカーのアリステアとなり、近未来の世界で国際的な脅威に立ち向かい世界を救うといった内容です。本作は2人コープ専用のスパイアドベンチャーで、エージェントとハッカーはお互いに画面が共有されず、それぞれの視点をうまく言葉によって共有しながら様々な謎を解いていきます。コミュニケーションを絶えず取りながら困難を乗り越えていくスパイアドベンチャー。オペレーション単語は非常に好評な日本語対応の作品です。バイペット2020年3月27日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3990件中 89% の方が高評価。価格は1520円。参考プレイ時間は3時間です。物理ベースの協力冒険アドベンチャー。本作のキャラクター操作はボタンは使わずアナログスティックのみで行うので、スティック2本のコントローラーが必要になります。プレイヤーは二足歩行型地球外ロボットアクト・シラを操作して大冒険を繰り広げます。物語は惑星メンテナンス用宇宙船玉ねぎ号で修理員を務めるアクト・シラは、宇宙航路を照らすビーコンが途絶えてしまったことでとある惑星に降り立ちます。そこで協力して謎を解き惑星ビーコンを再起動するといった物語です。キャラクター操作は非常にユニークで、コントローラーのスティックのみで全操作を行うことができ、シンプルですが不思議で奇妙なアクションを楽しむことができます。パズル的要素の多くはクリアするのに2人の息を合わせることが重要なチームワーク重視の作品となっています。バイペットは非常に好評な日本語対応の作品です。フォックス2020年12月3日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。400件中 91% の方が高評価。価格は2750円。参考プレイ時間は8時間です。スイッチ版のタイトルは犬なアクションアドベンチャー。体は1つ頭は2つの一応犬と呼ばれる生物を操作してカラフルでユニークな世界を冒険する協力型のアクションアドベンチャーです。協力プレイでは2つのコントローラーで遊ぶのはもちろん1つのコントローラーを2人で使うこともできるのが特徴です。不思議なワンコは吠えたり飛んだり体をビギヨーンと伸ばしたりして様々なギミックをクリアしていきます。
世界観やゲームデザインもポップでとっても楽しい雰囲気なのでカジュアルに楽しむことができます。FOX は非常に好評な日本語対応の作品です。イップ&オップ、2014年5月27日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3100件中 91% の方が高評価。価格は1180円。参考プレイ時間は6時間です。重力が場所によって入れ替わる不思議でカラフルな世界を協力して冒険していく2人専用の 2D パズルアクションです。プレイヤーは不思議なキャラクターイップとオップを操作してゴールへ向かって進んでいくことが目的です。アクションは移動とジャンプのみで操作は非常にシンプルです。道中には行く手を邪魔する障害物や敵が待ち受けており、重力の特性を生かしたりアイテムを利用して困難を乗り越えていきます。ポップでカラフルな見た目の割には上下が逆の世界での操作が独特で、パズル要素とアクション要素ともにハードなものになっています。イップ&オップは非常に好評な日本語対応の作品です。チルドレン・オブ・モルタ、2019年9月4日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1万50件中 91% の方が高評価。価格は2570円。参考プレイ時間は15時間です。ベルグソン一家を題材としたストーリー重視のハック&スラッシュ系のアクション RPG。主人公は代々モルタの山の守護者として悪しき存在と戦うことを生とし、この世界を守ってきた一族ベルグソン一家。主な登場人物は一家の構成メンバーのみで、家族の中で巻き起こる人間模様の複雑さや家族の絆に焦点を当てたストーリーが展開していきます。ストーリーを進めていくことでプレイできる家族が解放され、家族の一人一人が独自のスキルを持っており、遠距離攻撃、魔法、ブロック、スタン、回避など多種多様な技をアップグレードすることでキャラクターを成長させることができます。協力プレイでは前衛と後衛のキャラで役割分担することができたりと、ソロプレイとは違ったバトルが楽しめます。チルドレン・オブ・モルタは非常に好評な日本語対応の作品です。ウィザード・オブ・レジェンド、2018年5月16日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1万3100件中 91% の方が高評価。価格は1680円。参考プレイ時間は9時間です。伝説の魔術師を目指してランダム生成されるダンジョンに挑み最下層を目指すローグライクアクション。登場する魔法は100種類を超え、近距離は遠距離攻撃、炎や氷など100種類以上の中から4つの魔法を組み合わせて戦う爽快感重視の作品です。この魔法の組み合わせを考えるのが本作の最大の醍醐味。魔法にも敵との相性があり、どの敵にどの魔法を使うかが非常に重要となってきます。全体的に派手なアクションが特徴で、魔法同士のシナジーを組み合わせたり、移動を重ねた攻撃などスピーディーな展開を楽しめます。この手のゲームにお約束なのが高難易度のゲーム設定ですが、協力プレイだとかなりマイルドに遊ぶことができます。ウィザード・オブ・レジェンドは非常に好評な日本語対応の作品です。すすめ自転車ナイツ、2019年8月27日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。274件中 92% の方が高評価。価格は1980円。参考プレイ時間は8時間です。1980年代夏の終わりのペンファージー島を舞台に、島に住むやんちゃな少女デメルザと新しく島にやってきた少女ネッサが島中を自転車で駆け回るアドベンチャー。イギリスのコーンウォール地方をモデルとしたペンファージー島には古代の騎士や財宝の伝説が残されており、この隠された伝説のお宝を探す2人の大冒険が繰り広げられます。ゲームはそれぞれに固有のスキルを持つ2人を操作して島を探索しながらパズルを解いたり、ミニゲームで遊んだりして友情を育みながら物語は展開していきます。自転車で爆走していたあの頃を思い出させる遊び心のあるゲームを楽しめます。すすめ自転車ナイツは非常に好評な日本語対応の作品です。ヘブンリーボディーズ、2021年12月7日リリース日本語対応の作品です。
評価は圧倒的に好評。1160件中 95% の方が高評価。価格は2050円。参考プレイ時間は5時間です。宇宙飛行士物理アクション。本作はコントローラー操作のみで、キーボードやマウスでのプレイはできません。宇宙空間で無重力状態となった宇宙飛行士の手足を自在に操り、宇宙船の操縦や機械のメンテナンスを行っていく作品です。本作の特徴は無重力。今までも物理演算系の作品はありましたが、本作は無重力といった特殊な環境の下でシミュレートされているということ。ただでさえ予測不能な動作をする物理演算に無重力が加わったとてもユニークなゲームシステムが特徴です。宇宙空間に飛ばされていく宇宙飛行士や宇宙船の操縦などクオリティの高さとともにやりごたえのある作品になっています。ヘブンリーボディーズは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。スピリットフェアラー。2020年8月18日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。17,500件中 95% の方が高評価。価格は2,980円。参考プレイ時間は24時間です。死者の魂を死後の世界に運ぶための船で旅をするアドベンチャー。プレイヤーは魂の旅人スピリットフェアラーであるステラと相棒の猫ダホディルと共に魂となった個人を船に乗せて住居を作り食事を提供し思い残した願いを叶えて心置きなく新しい世界へと送り出していくといった物語です。旅をしながら材料や設計図を集めることで船のカスタマイズができキッチンや菜園といった設備を増設していくことができます。死者の魂である乗客に快適な船旅を楽しんでいただき仲良くなることで徐々に打ち解けていき、それぞれの乗客は悩みや後悔など何があったのかを話してくれるようになります。死といったテーマを題材に様々な魂を通して感動的な物語がいくつも語られ、心温まる体験ができるアドベンチャー。スピリットフェアラーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。キャットクエスト2。2019年9月24日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。2520件中 96% の方が高評価。価格は1520円。参考プレイ時間は8時間です。猫と犬の王国を舞台にしたファンタジーオープンワールド RPG。キングスブレイドと呼ばれる伝説の剣をめぐり、互いに争い続ける猫の国フェリンガルドと犬の国ラプス。この二国間の争いに終止符を打つため、復活した古の猫の王と犬の王が両国の平和を取り戻すため冒険の旅に出るといった物語です。魔法と不思議なモンスターが存在するファンタジー世界では豊富なクエストが用意されており、テンポよく物語は展開していきます。ほのぼのとした可愛らしいグラフィックが魅力の本作は非常にシンプルな内容でありながらもアクション RPG の面白さがギュッと詰まった作品です。キャットクエスト2は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。アンタイトルドグースゲーム。2020年9月24日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。9500件中 96% の方が高評価。価格は1980円。参考プレイ時間は3時間です。なんとも可愛らしくシンプルなデザインと、ピアノの BGM が心地よくのんびりとした雰囲気ですが、プレイヤーはいたずらガチョウとなって平和で静かな村を我が物顔で練り歩き、一波乱を起こすといった本作。ゲームはトゥードゥーリストに記載された目標をこなしていくといった内容です。パズル要素的な目標が多く、周りのオブジェクトや仕掛けをうまく使って目標をクリアしていきます。ゲームオーバーといった概念がないため、周りをじっくり観察して、いろんなところや人間をいじくり回して試行錯誤しながらもマイペースでプレイできます。できるいたずらの種類は非常に豊富で、それに対して仕掛けられた人間のリアクションも非常に多くのパターンとアニメーションが用意されており、いずれも魅力的に作られています。いたずらを仕掛けるまでのワクワク感、住人に追いかけられ逃げ回っている時のドキドキ感がたまらない作品。アンタイトルドグースゲームは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。エンターザーガンジョン。2016年4月5日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。
59,300 件中 96% の方が高評価。価格は1480円。参考プレイ時間は22時間です。ローグライクに弾幕アクションが加わったかなり斬新なゲーム。プレイヤーは消したい過去を持つガンジョニアとなって過去を始末できる銃の眠るガンジョンに挑むといった内容です。種類豊富な銃の数々、潜るたびに変化するダンジョンや敵、パロディの効いた演出など、トレーラーを見ているだけでも楽しそうでついつい惹かれてしまうゲームですが、かなり高難易度。無敵時間のあるドッジロールやテーブルを縦代わりにしながら被弾を避けていくゲームプレイ。敵の攻撃、特にボス戦は激しい弾幕をかいくぐり続けるという手に汗握るアクションの連続。2人協力プレイでもかなり骨太の難易度。弾幕アクションに自信がある方はぜひ挑戦してみてください。エンターザーガンジョンは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。It Take Two。2021年3月26日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。77,200 件中 96% の方が高評価。価格は4300円。参考プレイ時間は13時間です。全編2人コープ専用のアクションアドベンチャー。主人公は離婚寸前の夫婦コーディとメイ。結婚が破綻を迎え、離婚話を娘のローズに打ち明けたところ、魔法にかけられて人形になってしまった夫婦を描いたアクションアドベンチャーです。小さな人形となってしまった夫婦コーディとメイ。不思議な世界に閉じ込められた2人は予測不能な出来事が待ち受ける世界で壊れた関係を修復するため嫌々ながらも困難に挑んでいくといった内容。2人協力プレイ専用タイトルだけあって、全てのゲームシステムが2人で協力に特化しており、協力プレイならではのアクション&ギミック、ミニゲームの数々を力を合わせて突破し、心温まる陽気なストーリーを楽しむことができます。アクションもシンプルで苦手な方でも遊べる作りになっており、ボリュームもそこそこなので2人で遊ぶには最適な作品です。実際にゲームに不慣れな奥さんとプレイしましたが、すごく楽しめました。ゲームの中の2人は仲良くなっていくのですが、私たちは倹約になっていく、そんなゲームでした。It Take Twoは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。カップヘッド。2017年9月29日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。88,900 件中 96% の方が高評価。価格は1980円。参考プレイ時間は10時間です。協力プレイが楽しいシューティングアクション。1930年代のカートゥーンアニメデザインと1980年代のレトロゲームの魅力が融合した作品です。可愛くポップな見た目とは裏腹に高難易度のタイトル。基本的にはボス戦がメインとなり、激しい攻撃やギミックをかいくぐりながら攻防を繰り返すゲームプレイ。グラフィックのほぼ全てが手書きのアニメーションとなっており、多彩なステージで飽きのこないゲーム性、コミカルな雰囲気が見ているだけでプレイヤーを楽しませてくれます。高難易度ながらも理不尽な死が発生しないようにゲーム設計されており、死んだ時に進行状況を見れるなど、うまくプレイヤーのモチベーションを高め、最後までしっかりと遊びたいと思わせる作りになっています。カップヘッドは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ポータル2、2011年4月19日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。239,000 件中 98% の方が高評価。価格は600円。参考プレイ時間は9時間です。壁や天井など2つの離れた場所をつなぐ青とオレンジのポータルと呼ばれるワープホールを使ってパズルを解きゴールを目指していくパズルアクションです。単純ながら奥の深いルールとステージギミック、2人で考えて知恵を絞り謎を解き明かしていく面白さ、疑問の共有、達成感の共有、協力して進むこの感覚はこのゲームの醍醐味です。シンプルなゲーム性と程よい難易度、そしてストーリーの良さなど全てにおいて高評価な作品。ポータル2は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は2人または2人専用協力プレイで遊べる高評価な作品をピックアップしました。カジュアルに遊べるものからハードなものまでバランスよくピックアップできたと思います。紹介した作品は全て日本語で遊べる作品となっております。以前の動画で多人数で遊べるコープ協力マルチが楽しい高評価な作品も紹介しているので、サマーセール前のゲーム選びの参考にしていただければ幸いです。
私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。